いや、おしさん、今日もよろしくお願いしまはい、す。どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、臨時収入が入るタイミングっていうテーマなんですけど、最近よく YouTube でこの動画を見たら臨時収入が入りますっていうような動画も見かけまして、本当かなと思いながら、でも臨時収入が入るのは嬉しいなと思いながら見たりしてしまうんですけど、ただ逆にお金って必要な時に必要なタイミングでやってくるっていうのも、よく聞くんですけど、今回すごく品のない質問で恐縮なんですけど、どういう生き方をしていれば収入って入ると思いますか？まずね、誰でもできることは、お金がないっていう言葉とか表現をしないことじゃないかなと思ってます。世の中にお金ってたくさんあるんで、お金はあるんですよね。そういう意味では。ただ、お金を持たせてもらってない人たちがお金がないって言ってる人たちなんですよ。お金を持ってる人たち、持たせてもらえてる人たちはお金持ちって言うんですよ。だったらお金持ちになりたかったら、お金を持たせてもらえるような生き方をすることじゃないですかって。ただそれはね、お金っていうのは、もちろん大事なものやし、ところが人しか使わないものじゃないかな。っていうことは、お金を持たせてもらえるイコール、友達とか人を持たせてもらえる人なんですよ。だから人から人気のある人、人がついてくる人、人を大切にできる人がお金を持たせてもらえる人にも変わるんじゃないかなと思います。なので、お金がないってよく言うじゃないですか。お金ないねんって。だからお金がないって言ってしまうと、僕友達がないよって言ってるのと一緒。もう人いらないって言ってる言葉と一緒なんですよ。だからお金がないっていう言葉は、お金いらないよ、寄ってくんなみたいな感じなんです。だからお金ないお金ないって言ってる人のもとにはお金が集まってこないんです。だから世の中にお金はあるんで、ないんじゃないです。お金があるっていうことをまず認めてあげる。それでお金を持たせていただいてないだけ、今。でも必ずお金は持たせていただけるようになってます。その考え方を少し変えると、お金っていうのは必要に応じて、臨時収入、それこそ、その人の必要な分だけ、ちゃんと回ってくるようになると思いますよ。なんかお金っていうふうに考えると、その自分の人間関係とかと全く関係ないっていうふうに思ってたんですけど、すごい繋がってるっていう感じなんですか？めちゃめちゃつながってますよ。お金とやっぱ人の付き合い方とか。だからお金、たまたまお金を持たせてもらった人でも、やっぱ人を大事にできない人ってお金離れますよね。その一瞬だけ。で、何かをケチってお金を貯めてても、貯まった頃にお金って逃げるんですよ。なぜかって言ったら、お金っていうのは一つのエネルギーなんで、循環させなきゃいけないんですね。要は、巡らせなければダメなんです。だから、自分が得しよう、得しよう。いわゆるお金を奪おうじゃないけど、儲けようとしても、儲けるイコール得するっていうことは、その誰か対象がいるわけじゃないですか。っていうことは自分が得するってことは対象は損してるってなりません？っていうことは損が循環するんですよ。だからお金って持たせてもらえなくなります。だから損して得を取れって昔の人言ってる。そんな言葉聞いたことあると思いますけど。これ損して得を取れっていうのは損してるわけじゃないんですね。自分はその時は損に見えるかもしれないけども、得させてあげてるっていうことは得が回ってくるっていうことなんですよ。だから損することは損ではないんですよ。損するから得が回ってくる。つまり自分が損すれば相手を得させてあげてるっていうことでしょ。っていうことは、ありがとうっていう対価がお金なんです、実は。だから、ありがとうって誰か得する。誰かが喜んでくれる。誰かの求めているものを与えてあげれる。ありがとうって言われますよね。そのありがとうが対価としてお金になって帰ってくるようになります。だからどっちかって言ったらね、お金を、臨時収入を欲しかったら、ありがとうっていう言葉と、お金がないっていう、じゃなくて、お金はあるんだっていう言葉と、二つ、やっぱ使っていただきたいなと思いますね。はい。お金は常に人とマッチしてると思うんですけど、はい、例えば自分がもっと成長するために、いわゆる自己投資とかってあると思うんですけど、そこをどううまく人との関係につなげてお金を払うっていう行為をしたらいいのかな。ですね。その株とかその投資っていうのも、悪くはないんですけども、でも見極めができないんじゃないですか。例えばやっぱり株投資でも、その信頼できるものなのか、それとも、今なんか詐欺も多いんで、そういったものなのかの見極めができるのも、
やっぱ人のつながりから生まれてくるんじゃないですか。自分が得させてあげた人のお付き合いがあったと。そしたら付き合ってて何か自分がその人を喜ばしてあげたり、その人からありがとうって言ってもらえるようなお付き合いができてる人やったら、きっといい情報を持ってきてくださるわけですよ。それが流れ、巡り巡ってね、その人からは教えてもらわなくても、得が巡ってますんで、いい株の情報やいい投資信託の情報がやってくるんですよ。そしたらそれにお金をまた出すことによって、それが利益となって上がってくるっていうこと。ところが相手を喜ばすことができない。要は得ができない。その目先のお金を奪おうとしてる。もしくは得を取ろうとするから相手に損をさしてる人って損が巡っていくんで、逆にお金が奪われるような投資や株の情報を得ることになります。これがエネルギーなんですよ。なので株がすごい順調にどんどん進んでいる人、もしくは株がどんどん膨らんでいい株を持っている人たちっていうのは、基本やっぱり人を大事にしている人たちが多いです。だからいい情報をもらえるんですよ。ところがやっぱり、ちょっと損したなとか、なんかちょっとこう暗号通貨に投資しちゃったらみんななくなっちゃったよとか、もう大金を渡したのにっていう人たちはやっぱりその目先のものに執着してしまって、自分が得することしか考えてなくって、っていうことは結果的に人を損させてしまっている。その損が循環してしまった結果がそれになっていると思います。仏教の中には因縁という言葉がありますけど、これは因と縁なんですよね。原因の因、結果の縁なんですよ。って考えれば、お金の使い方も人との付き合い方もそこに準ずるものがあると思います。はい。自ら払うっていう行為であっても、ちゃんとその出口としてみんなのために張ってるんだよというか。そうやね。それをね、どんどん使ってみることじゃないかな。やっぱそのお金の使い方、もう使ってみなきゃわかんないわけよ。ただ貯めようってしてる人っていうのは、さっき言った損得の場合では損を与えていることになりません？自分で金を持とうとしてるわけやから。だったら、どんどん貯めてるお金も損することになってるから、だから逃げていっちゃうの。自分は貯めてるんやけど、なんか家族が事故に遭いましたとか、自分が車ぶつけちゃったとかって言ってボーンって出ていくのね。そういった感じになってしまう可能性があります。はい。ではね、今回の動画はですね、続きがありまして、この続きはYouTube のメンバーシップとオンラインサロンので、コンテンツとしてお話しさせてもらいますので、次は金運っていうテーマで、よりちょっと深掘ったお話をさせてもらいたいなと思いますので、続き見たい方はぜひオンラインサロンか YouTube メンバーシップにリンクを見てもらえたらなと。そうですね。このお金と気の話、生き方の話っていうのはめちゃめちゃ奥が深いんですよ。だから掘り下げて聞いてもらった方がお金の運気の上げ方とかはわかると思います。はい。では、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベントと YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはね、そちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。